どうも、これがですね、このチャンネルではおなじみのマキタの 18V 仕様の充電式ハンディチェーンソー、モデル名 MUC101D っていうものになります。見ての通りめちゃくちゃコンパクトで、枝打ちしたりなんかする時にすごい便利なんですよ。本当にコンパクトですよね。でもって、ちょっとこのカバーを外すんですけど、この部分がこのガイドバーの長さが 100mm で、これぐらいの枝を切る時には本当にこれちょうどいいんですよね。ただですね、これよりも太い、これぐらいの木とか枝とかを切る時はこのガイドバーもうちょっと長い方がいいかなって思うことが結構あったんですよ。でそんな中ですね、今年2023年の夏頃ですかね、これの新型が出まして、ちょっとこれはカタログ見た方が早いと思うんで、これがですね今紹介したこの MUC101D なんですけれども、これが新しく出たんですよ。この MUC150D ですね。これが何か一言で言うと、要はこれが長くなったバージョンです。こっちはガイドバー 100mm なんですけど、この新しく出た方はガイドバーが 150mm と。これ見た時はちょっと欲しいなと思ったんですよ。ただもうこっちもあるし、これ新しく買うとなるとやっぱ高いじゃないですか。でなおかつこれしか長さ変わらないんで、似たようなものを2つ持っててもなーって思ってたんですよ。そこでちょっといい方法を思いつきまして、っていうのがこっからこっちが違うだけで、こっからこっちはおそらく同じものなんではないかなと。要はここだけを変えてあげればこの MUC150D のようになるんじゃないかなと。っていうことで今回こんなものを手に入れてみました。これがですね MUC150D 用のパーツになります。まずこっちから、これがですねガイドバー 150mm 仕様のガイドバーと、でその横これが 150mm 仕様のチェーンブレードで、最後これがですね150mm 仕様のセーフティーカバーです。今回購入したのはこの3つです。ちなみにこれ値段はですね5000円ちょいぐらいでした。ちょっと不安だったのでマキタの営業さんにも聞いてみたんですけど、とりあえずこの3つがあれば 150mm 仕様に変更することができるようです。ただ1個だけ注意点がありまして、今回購入したこのチェーンブレードがですね 80TXL32E っていう、そういったこのブレードなんですけど、これではない、ちょっとこのカタログに書いてあるんですけれども、これですね、この薄葉仕様の M11 仕様っていうものがあるらしくて、こっちにする場合はこれとは違うガイドバーと、あとスプロケットかなも必要になってくるそうです。ただ今回自分がやりたかったのはこの 80TXL32E、 このブレードをつけたかったので今回はこれで大丈夫なそうです。ということで、じゃあちょっとガンガンやっていきましょう。よいしょ。これガイドバーですね。でチェーンブレードオレゴン製のやつです。であとはこのセーフティーカバーですね。この3つを取り付けていくと。まずはこれを開けて、こっちのガイドバーですね、これを取り外すと。取り外すのめちゃくちゃ簡単なんですよね。ここはですね木くずがこう挟まったりとかチェーン張ったりする時とかによくやるところなんで、特に迷いなくできますね。しかもこれコーグレスで、ここただくるくる回すと取れるんですよ。まずこれか、このセーフティーバーからいってみますかね。これがこういってと、ここの3つで、取り外せたと。ここですね、これを外せばパコッと取れるのかな。取れました。でこれがこうくるんだね。
セーフティーバーはついたのであとは一緒ですね。これでこの刃をつけてあげればいいだけと。チェーン短いんで結構簡単に取り付けできるんですよね。こうしてこうですね。あとはこのカバー、これを閉めればこのチェーンの張りは吉田にやってくれるんですよね。それがこの小型チェーンソーめちゃくちゃ楽なんですよ。はい、これでもうできましたね。はい、できました。意外と簡単でした。10分もあればできるんじゃないでしょうか。ということでこの 100mm 仕様からこの 150mm 仕様に交換することができました。めっちゃいい感じですね。この辺りにこうついてた C リングっていうんですかね、 C 型のちっちゃいやつ、あれなくすとちょっとまずいことになるんですけど、その辺り気をつければこれといって難しいことはなかったですね。ちょっとこの 18V の 6A このバッテリーつけて作動させてみます。おおいいっすね。立つし、何よりなんかバランスがいいですね。これであればさっきの 100mm 仕様のブレード、あれよりも太い枝を切ることができそうです。この前わさび田で伐採してきた木の枝、これちょっと持ってきたやつがあったんでこれ切ってみたいと思います。おお、やっぱこうゆっくり切っていくと止まらないですね。これ 100mm の時もそうだったんだけど、ちょっと焦るとクッと止まっちゃいます。ゆっくりいけば良さそうですね。いいですね。ちょっと個人的に気になってるのがこれですね。これミルウォーキーの同じく 18V のこういった似たような小型のチェーンソーです。これかなり気に入ってて、最近はですねこれに取って変わっちゃってたんですけど、ちょっとこっちでも切ってみます。ちょっと 18V 3Aこれをつけてうまく切ればこっちよりも速いかもしれない。はい、こっちはスパイクがついてるんで切りやすいっていうのはあるんだけど、もう一回こっちでいってみましょう。ちょっと止まっちゃうんだけどな、止まるんだけどやっぱ速いですね、チェーンスピードは。ちょっとミルウォーキーの方と比較してみましょう。やっぱマキタの方がチェーンスピード速いです。あと軽いし、ただやっぱ負荷かけた時はこのミルウォーキーの方が負荷に耐えてくれるっていう感じですね。こっちみたいにこのスパイクが欲しいっていうのはあるんですけれども、そこはこのチェーンスピードで補いつつ切断するっていうのがいいかもしれない。ちょうど頼まれてる木を切る仕事があるので、これ早速現場行って使ってみたいと思います。
はい、っていうことで、こんな太いやつも切れちゃいました。ちょうどこれ15センチぐらいなんじゃないですかね。これ木蓮の木だったかな。夏場毛虫湧いちゃうらしいんで、あと木自体も弱ってきてるっぽかったんで、ちょっと今回これ切ってくれっていう依頼があったんで、ちょっとちょうど良かったんですけど、本当に15センチぐらいです。攻めすぎるとちょっと止まっちゃう時はあったんだけど、ゆっくりこう切っていってあげればこれぐらいの太さもいけちゃいますね。やっぱ 100mm より全然使いやすいです。こういうところ切るのにも安定してますね。やっぱチェーンスピード速いんで、こう滑らかに切れていくというか、切っててめちゃくちゃ気持ちいいです。ちょっとこれもうちょっと細かくします。こういうところの枝もうちょっとさっきのチェーンソーで切ったりとか、さらにこういう細かいやつはですね、剪定バサミ使った方が早いかもしれないんで、それ駆使してこれ片付けちゃいます。はい、ってな感じで細かい枝を今全部こう落としちゃいました。これやっぱりめちゃくちゃいいですね。軽いんでほんと使いやすいです。今回2アンペアのやつこれ装着してやったんだけど、まだバッテリー4分の3残ってますね。はい、素晴らしい。ちなみにこれなんですけど、今回このお宅では町のゴミにこれ出すっていうんでちょっと細かく切りました。いやにしてもこれとこれだけあれば今やったぐらいの規模の木だったら余裕で片付けられちゃいますね。これはちょっと薪にしたいと思います。はい、ということでさっき切り倒した木を基地に持ってきました。ここでもちょっと切断実験やってみたいと思います。バッテリーはですねちょっと6アンペアフル充電しました。でもうちょっと切ってみましょう。ここまず行ってみます。
こんな感じですね。こっちちょっと細い方だったんだけども、こっち側この太い方も行ってみましょう。はい、普通に切れちゃいますね。ではですね、ここでこのミルウォーキーの小型チェーンソー、似たようなやつ、これ切り比べしてみたいと思います。だいたい同じ箇所、ここら辺ですね、ここを同時に切ってきます。では行きます。この細いところだとこんな感じになりました。じゃあこのさっきの太い方もやってみましょう。やっぱミルウォーキーの方がトルクは強いというか、あとここに爪ついてるんでこうグイグイ切れるんですよ。じゃあ、あえて爪を使わない切り方でやってみますか。最後はですね、思いっきり負荷かけて切ってみたいと思います。ミルウォーキーの方も止まるぐらい負荷かけて切ってみます。はい、やっぱりこっちはちょっと負荷には弱いですかね。ただこれ設計の思想がそもそももしかしたら違うのかもしれないです。こっちはパワーとトルク重視、こっちはスピードと繊細さみたいな、そんな感じですかね。このチェーンソーの重さぐらいかけちゃうと止まっちゃうんで、この重さを上にこう持ち上げながらゆっくり切っていくみたいな、そういう意識で切っていくといいかもしれないですね。はい、やっぱ負荷かかってくるとモーターの音変わるんで、それをちょっと聞きながら調整して切ってあげるっていうのが一番いいかもしれないです。そもそもこんな太いのを切るっていうよりは、これぐらいの枝払うのにちょうどいいかもしれないです。重さ的にはですね、こっちの方がはるかに軽いんですよ。はい、ということで今回このマキタの 18V のミニチェーンソー、これのブレードを 150mm 仕様に変えて木を切ってみました。結論から言うとめちゃくちゃ使いやすくなりましたね。こう少しの差ではあるんですけど全然違いますね。この前こっちで切ってたような枝よりもさらに太い枝を切れるようになりました。重さはですね、体感的にはそんなに変わんないです。言うてもこことこのチェーンの長さの違いだけなんで、そこまで劇的に重くなったとかっていうことは全然感じませんでしたね。あと想像以上にこれ交換が楽でした。この裏側の3つのネジ外して、これですね、このセーフティーガード、これを取り替えて、あとはもうこのブレードをこう交換するとか、そういった時と同じぐらいの手間で交換できました。あとやっぱ軽いっていうのがいいですね。はい、正直さっきのミルウォーキーのハンディチェーンソー、あっちを使う機会の方が増えてきてはいたんですが、
やっぱあれちょっと重いんですよ。高いところにある枝とか払ったりとか、ちょっとした枝払うっていう時はこっちの方が、使い勝手はいいですね。あとはここ詰まっちゃった時とか、これコーグレスで外せるんですよ。それもいいですね。こう簡単にこう外して、こんな感じで結構詰まるんですよね、ここ。エアダスターでバーやったりとかですね、メンテナンスめちゃくちゃ楽なんですよ。この点はですね、この100ミリ仕様の時と全く同じなので、このメンテナンス性っていうのはかなり高いです。あとはこれめちゃくちゃいいですね。このガード、ここふにゃふにゃなんで、さっきみたいに木蓮のさっきの木蓮の枝と枝の間をこう滑らせていってこう切るみたいな時に引っかからないんですよ。これ硬い樹脂製とかだとガッて引っかかっちゃって邪魔になったりもすると思うんですけど、これの場合はですね、細かいところにも手が届くと、これもすごいいいです。このチェーンソーオイルもここに入るんで、他社製のものだとオイル入れがなくて、その都度オイルをこうかけながら切るみたいな、そういうメーカーのやつもあるらしいんですけど、これはもうタンクがあるんで勝手にこのオイル供給してくれるんで楽です。使ってみてここかなと思った点は、前々からも気づいてはいたんですが、負荷をかけると一瞬で止まります。なのでさっきみたいにゆっくり、このチェーンソーの重さすらもかけないようにちょっと調整して切る必要があるかなっていうところですね。その分チェーンスピードは速いんで、それ意識しながら切ると切りやすいかなっていうふうには思います。ここにスパイクもないんですよね。これスパイクがあればもうちょっとガッとやって引っ掛けて、こうなんていうんですかね、テコの原理で切れるんで、やっぱミルウォーキーのやつ使った後これ使うとスパイク欲しいなっていうふうには毎回感じます。そんなところですかね。あとは注意点としましては、今回これ交換するにあたり、セーフティーガードとこのガイドバー、あとはこのチェーンバーですね、この3つを変えたんですけど、動画の途中でも言った M11 仕様、薄い刃のモデルがあるらしいんですけど、それの場合はですね、これとまた違うガイドバーになるのかな。で、何よりもここのスプロケットも変える必要があるらしいんですよ。 M11 の薄刃にしようと思った時は、今回やった手順とはまた違った交換方法になるそうです。この点ちょっと心配だなっていう方は、最寄りの牧田営業所行って聞いた方が確実だと思います。今回はですね、長さ以外はこれと同じ仕様のこのブレードを交換してみたっていう動画でした。今回交換した3つのパーツ、もし気になった方がおりましたら概要欄にリンク貼ってあるんで、ぜひチェックしてみてください。これの他にも Amazon で買ってよかったものリストなんかもまとめてあるんで、ぜひ概要欄の方チェックしてみてください。ということで、今回はマキタの小型チェーンソーのブレードを交換してみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。